1日5人ずつ死んでいくって思ったらいいんですよ。元彦が何もせえへんかったせいで。俺がちょっとのけぞったんはね、これですわ。福丸、その様子を中継して現場を見るやって。さらにきついのをご覧いただきましょうかね。今から17年前の斎藤元彦の姿を確認しました。係争中の問題でもありますので難しいかなと思います。基本的には当事者同士で話をして。笑うとんね。こんなとこだけじゃなくて、やめてしまえとまで怒られてしまってるしね。要はね、使い物にならんの。仕事する人間として。なんかね、今、気持ちとしてはですね、大本営参謀、大平少佐の気持ちですね。1941年12月8日の、大平少佐の気持ちですね。大本営発表！帝国陸海軍は西太平洋上において英米両軍と戦闘状態に入れりっていう状態ですね。ちょっとね、戦闘モードですね。っていうかね、根源的な怒り。宮崎駿が、その若いそのジブリのスタッフなのか何のかわからんけど、あれはいつやったかわからんけど、いわゆる3D の映像技術が入ってきた時にね、なんかちょっとけったいな動きをするもの、人間らしきものでけったいな動きをするもののデモンストレーション映像を見て、人間に対する冒涜を感じるというような表現で若い子を叱責したっていう有名な映像がありますけど、セックスで人間の命を愚弄する連中が許せない。今からご覧いただくのは、おそらく、ホモサピエンスとして生を受けた人間がやれる最低最悪の姿です。今からもう朝一番最初からもうほんまに許されへんと思うし、結構これをお見せするのはね、俺にとってもリスクがあるんですよ。多分、相手がアホやから俺のことを無断利用やどうたらこうたらやって、こっちは著作権法上認められた引用のやり方で引用しますし、YouTube の規約的にも全然問題ないし、法的にももちろん問題ないということなんですけれども、まず前段ね、どういうことかということを、まず、昨日もちょっとお見せしたんですが、このショート動画で見ていただきましょう。兵庫県のドクターヘリ問題です。兵庫県のドクターヘリが飛びません。ドクターヘリとは、山間部や離島など、交通が不便な場所にお住まいの県民の皆さんの命を救う、救急車代わりの極めて重要なインフラです。それが兵庫県の場合、7、8、9の3ヶ月間も飛ばないんです。資料を見てみますと、田島地域だけで年間1800件の出動があります。ということは1ヶ月に約150件ですから、3ヶ月の運休となると、この3ヶ月で450名もの県民の命が危機に瀕するということになります。ここまで危ない問題にもかかわらず、斎藤元彦知事は一切動きません。先日、厚生労働大臣の上野さんが兵庫県を訪問しました。その際に上野厚生労働大臣に直談判直訴をしたのは、斎藤知事ではなく森本副知事でした。当然、これは有権者の間からなんで知事がやらへんねん。県政の重大事項やねんから大臣と直談判するのは知事であるべきだろうという批判が巻き起こります。おそらく知事はその批判を気にしてたんでしょうな。その週の週末、酒を飲みながらワールドカップを見ながらこんな動画を上げてこんな言い訳をしています。やはり大事なのは、地元の自治体や現場でですね、まずはしっかりやってくださいというふうに、国の方もですね、よくそういうふうに言われます。でその上で、すなわち国に要望しても無駄であると。まるで森本副知事のやった国への要望が無駄であるかのようなことを言っているんです。しかし実際はどうなったか。ねえ？国に要望すると厚生労働省はちゃんと動くんですよ。知事の言い訳は予想としても外れているし、言い訳としても成立していない。単に仕事してないだけです。斎藤元彦が兵庫県知事を続ける限り、県民の命は危機に瀕します。斎藤元彦が知事を続けていると、県民がどんどん死んでいきます。
早く辞めさせましょう。もうこれ以上、斉藤元彦はいらない。ということなんです。まあ、これが背景なんです。で、ドクターヘリの問題というのを、このまま行くと平田学園では飛ばないということが分かったのは去年の秋なので、去年の9月ぐらいにはこのまま行くと人繰りが間に合わないということが分かったので、去年の10月には、公立豊岡病院の方から、県に対する要請があったんですね。で、それは元彦も自分で言うてるんです。ちょっと今検索して見せてみようか。去年の10月に一回要望を受けてるんですよ。これ去年の10月で、タイムスタンプ見たらわかります。去年の10月です。10月の24日。何もしてないわけですよ。元彦が。何もしてないだけなんです。何もしてなくて、さっき、公立豊岡病院っていうか、田島総合医療、田島緊急医療センターか。田島緊急医療センターの、データをお見せしましたが、年間1800件ぐらいの出動回数があるということは、月に割り込むと、だいたい一月150件ぐらいの出動があるんですね。で、ご存知のように田島は、まあ、広いというか、様々な地理的環境にある集落、コミュニティがある地域です。ですから、その緊急医療につながるために、ドクターカー、っていうか、まあ、いわゆる救急車の類では間に合わんというところが田島地域だけでもあります。で、ご存知のように兵庫県は五国ですから、淡路周辺、それから播磨周辺では離島という問題もありますわな。で、まあそういう時に、まあだからドクターヘリは兵庫県の場合は日本海側と瀬戸内海側で2大体制で動いとんですよ。その田島側のデータだけは、まあ、本人っていうか当事者が挙げてるので、1800件、年間1800件というのは明らかですが、おそらく播磨地域でもそれに類することあるっていうことでしょう。で、それが飛ばへんちゅうとんですよ。ということは、ミニマムでですよ、データ上明らかになってる数字だけで、人の命が毎月150人、これ、ジャポタイズされるわけ。危機に瀕するわけですよ。これ、大事ですよ。月に150人の緊急搬送に支障をきたすと言うてるんですよ。これ結構大事なんですよ。で、それが去年の10月から。で、だから定例記者会見でもじびじびいろんな人がいろんなこと言ってたわけ。で、この間、上野厚生労働大臣、さっきショート動画で見ていただいたように、上野厚生労働大臣が、豊岡に来た時に、森本副知事が要望を出してるんですね。まあ、ショート動画なんで、なんか直談判したという言葉でやってますけども、そもそも、上野厚生労働大臣が豊岡に来るという理由は、おそらく兵庫県庁側との、事務方の厚生労働省との間の折衝があったからだと思います。そんなもんね、フラッと来ないですよ、大臣なんて。大臣にお越しをいただこうと思うと、事務方の事前の調整がいろいろあったはずです。で、兵庫県庁の職員も、事務方としていろいろ仕事をしてたはずです。それは当たり前です。そんなもんね、居酒屋ちゃうねんから。大丈夫行ってとか言って、そんな世界で大臣来ませんからね。来るにあたっては来てほしい側とからの打診があって。まあだからこそ、さっきのショート動画で日経新聞の記事で紹介した検討会の立ち上げっていうのは早かったんでしょう。事前のあれがあって、要は大臣の来県、豊岡行きは、ある種のセレモニーやったんだと僕は思います。それが大人の世界です。で、そしてそのセレモニーが何より大事です。それが事務方の頑張りが最後仕事としてピリオドを打てるというところです。僕が斉藤元彦が知事にふさわしくないというのはそこなんです。事務方の頑張りがあるのを見て、そこのピリオドを打つという大事なセレモニーに顔を出さない。なぜか言ったらこれがないからですよ、単純に。これがないからです。大臣が来るようなすごい警備のところに、わー、キャーはないわな。これはないわな。これの叫び声はないでしょ。で、これしか頭にないんですよ。で、これしか頭にないんです、ほんまに。で、需要もそこしかないんですよ。で、これが価値判断になっとんねんと、ほんまに。で、まあ、どっちにしても、まあ、半年間時間かかりすぎですけれども、
一旦の前進は見せたわけです。厚生労働省が本腰を入れ始めました。移植です。現地視察を大臣がして、大臣が現地視察して、その次の週、もう次の週明けに検討会が省内で立ち上がるなんてことは異例中の異例です。そんなこと他の案件ではないです。もうそれだけ国は重要視してるということなんでしょう。ただね、その元彦がいかに不適格かということがね、こう明らかなんですが、これ、普段やったらあいつこれしか頭にないねんで済む話ですけど、先ほど申し上げたように、毎月150人の人の命がね、田島地域だけでジャポダイズされるわけ。人の命かかってるんですよ。人の命が。具体的に言うとね、7、8、9の3ヶ月飛ばないってどういうことか言ったら、1年のうち一番暑い時期飛ばないんですよ。中山間地で日本の農業を下支えする、兵庫県の田島地域の農業を下支えするおじいちゃんおばあちゃんが熱中症で倒れても、その場で死ぬしかないんです。1日5人ずつ死んでいくって思ったらいいんですよ。元彦が何もせえへんかったせいで。で、兵庫県にお住まいの方やったらご存知だと思いますが、豊岡、田島の伊豆市豊岡のあたりというのは暑いんです。地図で見てると日本海側なんで涼しいんかなと思うんですけどね、逆フェーン現象というか、プチフェーン現象というか、日本でもね、一番暑い地域なんです。熱中症でバタバタ人倒れるんですね。で、暑いとみんな水の中へ入りますから、川の事故、池の事故っていうのも増えがちの時期になります。子供が川で遊んでた溺れた。ため池にはまり込んで出てこられるようになった。だから大事ですから、その県の事務方が動いたんでしょう。で、それから、兵庫県の人やったらわかると思いますが、田島、あたりは谷先生のご地元ですから、谷先生が厚生労働大臣つついたということもあるんでしょう。ということで、進んだわけですね。いや、元彦とは関係のライン9で進んでるから、拗ねたんでしょうな。これもないしね。もないわ、花束もないやったら俺行く必要ないやろってことなんでしょうよ。元彦からしたら。で、実際こうやって副知事も動いた、厚生労働大臣も動いた、おそらくそして谷先生も動いている。で、みんな兵庫県民の命を救おうと必死になって頑張った結果、もう結果が出て、厚生労働省が一生懸命頑張って動かすということになっているということですね。で、アホ程度低いから拗ねるんです。程度の低さっていうのは、この後ちょっと特ダネがありますんで、それでもっぺん見せますけれども、なんです。で、いうことで、先ほどのショート動画があったように、厳密に言うともう今日月曜日ですから、厚生労働大臣の豊岡の視察は先々週の話です。足掛け2週間前の話。ね、で、それでも国も動き始めてて、もう、あとは国と事務方が着実に手を動かすだけという状態になってるんですが、アホみたいに昨日のこのこね、ドクターヘリの視察行っとんですよ。行きっとんです。本日公立豊岡病院を訪れ、病院関係者や地元市長の皆様とドクターヘリの運行課題について意見を交わし、現場を視察しました。県内のドクターヘリは7月の全面運休は回避できたものの、安定的な運行に向けた課題解決が必要です。兵庫県が主体となり、医療現場や運行事業者と力を合わせ、あらゆる手立てを尽くしてまいります。遅いっちゅうねん。半年前からお前は知ってたっちゅうねん。で、もう大臣言っとるっちゅうねん。お前の出る幕もうないっちゅうねん。そこまでは、セックスで人命を愚弄するなというところまで言う必要がないかもわかりませんけれども、俺がちょっとのけぞったんはね、これですわ。アホやから騒ぎそうなんで、サムネだけまず見てもらいましょう。これですわ。福丸、その様子を中継して、現場を見るやて。いや、ほんでね、この動画の内容もひどいんですよ。見てみ。これ。俺がひどい言うてんの。マダム引き連れとんねん。意見交換並びに現地視察の方を言うたやろ。これしかないねんって頭の中。これしかないねんって頭の中。でね、これしかない。ここまで仕事とこれ一緒にするやつってね、あれですよ。嫁がイネブラやね。嫁も同じような扱い方しとんねんって。情けない気持ち悪い。程度低い。若い時にやらなあかんことはアルバイトでも何でもなく、例外と読書やったらほんまにその通りやと思うわ。
23までにやっとかなあかんことってのは読書と恋愛だわ、ほんまに。かっこ悪い50でこれやってんのは。で、これ結局ね、この現場を見るってね、それは現場見てんねんみんな。知事来んのが一番遅いね。ちょっときっついっしょ。ちょっときっついっしょ。さらにきついのをご覧いただきましょうかね。平成21年ですから、西暦が、2009年。今から17年前の斎藤元彦の姿を確認しました。動画で。今からご覧いただくのは、今から17年前の斎藤元彦の姿です。当時、斎藤元彦は新潟県佐渡市の財政部長をやってました。17年前。だからあいつが30になったかなってないかぐらいですね。31人の頃ですね。で、31人の年越えた社会人やと思って今からの動画を見てください。新入社員ちゃうんで、もう31人ということは入省してから9年が経ってるはずです。おはようございます。ただいまの出席議員数は28名であります。定則数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。お答えいたします。BDF 事業につきましては、民間事業者の活力を誘導したいという最終的な目標を当初考えておりまして、それに基づいて4月からは民間事業からの購入というものを考えておりましたが、やはりまだ残された課題等多い。この時の佐渡市議会の議論はどういうことであったかっていうとね、これ30超えてるんですよ、これで。中学生ちゃうんです。30超えてんねん。今日はもうこれ以上触りません。この議会で、この日の審議の画像を全部入手したんですけど、長いんです。どれぐらい長いか言ったら、1時間ほどあるんですよ。で、これはちょっと元彦が、当時もお亡くなりになってるんですけども、加賀議員という市会議員さんにめちゃめちゃ怒られるんです。でどういうことかっていうと、当時ね、新潟県佐渡市では、BDF 事業っていうのをやってたんです。で、BDF 事業って何かっていうと、BDF ってバイオディーゼルフュエル。バイオディーゼルフュエル。バイオで作ったディーゼル用の燃料の BDF 事業っていうのをやってたんですね。どういうことかっていうと、佐渡は時の島ですから、時を返さなきゃいけないと。で、その環境を整えなきゃいけないっていうことで、佐渡島で出た天ぷら油とか廃油とかを集めて、それを、生成して公用車とかマイクロバスに使う事業をしてたんですね。これ、17年前ですから、今やってるとこ結構ありますけども、BDF 事業の先進事例やったんです。で、その先進事例やから、全国から佐渡に環境視察でいろんな自治体の議員さんとか、市長さんとか町長さんとかが見学に来られたんですね。で、国も佐渡島のその取り組みが先進的だということで、国と一緒にやる事業になって、これ平成17年ですけども、当時平成17年からさらにバージョンアップして、平成19年から平成23年度にかけて、毎年6キロリットルの廃用食用油を、6キロリットルをやってたんやけど、その6キロリットルをもっと徹底して油集めてきて、88キロリットルまで増やしてやろうっていう事業計画を作ったのに、行政で8キロリットルですよ。8000リットルってことね。8000リットルから8万8000リットル、6000リットルから8万8000リットルにするって言うてたのにもかかわらず、平成17年、平成16年度中に国との合意で決まってたのにもかかわらず、突然ね、やめるって言い出したんですよ。で、やめるというのも、市役所がやる仕事じゃなくて、民間にやらせて、民間が廃用油を集めてきて、BDF に変えて、その BDF を役所が買うというやり方に変えようと。いうことなんですね。その政策転換そのものをどうのこうのと加賀議員も言うてないんですよ。それは、しゃあないでしょうと。しゃあないけども、それは、事業規模とか経済合理性から考えたら、しゃあない判断かもわからんけど、経済合理性では割り切れない問題がいろいろあるでしょうって。まず一つはね、先ほど申し上げた通り、
先進的な事例やから、全国各地から佐渡島に対する視察が相次いだという佐渡の宣伝効果っていうのがあったでしょと。でそれがまず加賀議員が言うてることの一つ。市役所直轄でその事業やってたら銭儲けにならんと赤字が出ていくと。で、そやから民間から燃料を買うだけにやり替えようというやり方はわかると。わかるけども、その赤字というのがね、単なる赤字という話ではなくて、その赤字で何を買ってたかって言うたら、佐渡島の宣伝効果があったんでしょと。時を佐渡の空に戻すために、足元の廃用油を集めて、きれいにして、環境を整えるという、モデルケースとして宣伝になってたということでしょと。で、それは金では買われへん価値でしょと。っていうのがまず加賀議員が怒ってた、まず第1点目ね。で、第2点目は、これ先進事例やから、国からね、頑張れよ言うて認定受けてやってるんでしょと。だとするとね、頭ポリポリかきながら赤字なんでやめますさで済む話じゃないでしょと。国と一緒にやっていこうと言ってたぐらいの先進事例を途中で取りやめるということは、こういう事情があるんですってことを丁寧に説明せんかいって言われてる。で、さらに言うと、加賀議員がね、すごい優しいこと言うんですけど、役所の事業やで言うて、まあ言うたらね、まあこれもちょっと言葉は悪いですけど、家庭から集まってきた油を機械の中に注ぎ込むだけの人がいるわけですよ。役所の職員として。臨時雇用の人としてね。BDF 作ろうと思ったら、まあ要はその BDF 装置があればいいわけですから、その BDF 装置が動いてるかどうかを見ている現場の人がいるんです。その人が2人おんねんて。その2人の年間の給料がわずか91万円や。年間の支払い額が。年間で。で、その年間で91万で、いや、一人91万ね。年間で91万円で雇ってる安い仕事、賃金で働いてくれてる人が、その佐渡島の宣伝効果を生んでくれてんねんから、首を切る、その91万円で払ってた安い人らに対する礼が絶対必要やろうと怒ってんねん。お前ら係長レベルでね、勝手に首切った、もうその91万で雇ってるようなやつみたいな首切って前っていう話になんのかもわからんけども、その人らの安い賃金があって、その我々が全国から注目されるということがあったんやろ。週1万か2万しか払ってへん人に何を言うとんやと。それパツンと切って、最低賃金下回るような金額で仕事してるような人やさかい、どうなってもええみたいな態度が透けて見える。っていうのが怒りのポイント3。あともう一つとても重要なのは、加賀議員がね、この後、まあちょっとこれ以上この動画は見せないですけど、加賀議員がね、めちゃめちゃ怒ってるところがもう一つあって、これおじいさんなんで誤解されるんですけど、加賀議員ね、もうお亡くなりになってるんですが、先を見通してたんですよ。この BDF 事業で廃用油が回れるということは、あなたこれ、天ぷら油なくなったもんを、使い終わった天ぷら油を集めてどうのこうのするということではないぞと。だけではないぞと。ここから先がね、加賀議員の先見戦なんですけど、自動車用燃料米構想とも繋がってるやないか言うんですよ。要は新潟県っていうのはまあ佐渡島を含めて米どころです。まあ米なんぼ作っても人口も減ってきてるし、食べる量も減ってきてるから、米作ったかって食用で回らへんと。で、そうすると、米をバイオエタノール、バイオ燃料の、原料とするという構想もあるじゃないかと。で、その燃料米という考え方もあると。で、その BDF の事業が回り続けるということは、米をバイオ燃料としてするという構想があって、それはもうすでに構想があって市もやってるじゃないかと。で、それは確かにその天ぷら油 BDF とは技術体系としては全然別の技術体系だけれども、佐渡というのはそういうことをやる島だという構想で動いてきたにもかかわらず、アルコール用の米のね、佐渡市は地域としての再生計画認定まで受けてんのにもかかわらず、その計画書も作らずね、支援制度も把握してないってどういうことやねん。ちょっと怒ってんねん。で、もちろん、それは佐渡の人もアホではないから、元彦のね、仕事できひんみたいな、佐渡の人もアホやないねんから顔見たらわかりますよ。こいつは仕事できひんなって顔に書いたんねんから。正直、うちの息子の方がええ顔してます。社会人としてね、まだ19ですけど。なんです。だからもちろん、元彦がなんかしとうとは思ってないわけですよ。もちろん、加賀議員は執行部全体に対して怒ってるんですよ。市長以下。
ただ、担当が財政部長である斉藤元彦なんで、出てくるんですよ。で、そうやって怒られてるんですよ。怒られてる人の顔やと思って見てみ、これ。もっとひどいのはね、こう11時間40分ぐらいのところなんですけど、もうちょっと先やな。ここら辺。加賀弘明君。これはね、判決が出るという問題ではない、双方で話し合いをして解決する問題です。そういう意味では、ヒアリングをし、さらにですね、誠意を持って話し合いをしていくと、その仲介を取るということについて、異論はないですな。答弁を許します。斉藤企画財政部長。お答えいたします。仲介をするということは、ちょっと係争中の問題でもありますので、難しいかなと思います。基本的には当事者同士で話をして。笑うとんね。これ、部下についてはちょっと斉藤君な、顔をどうにかしようかっていう話やね。後でね、ゆっくり全編今度見る機会を設けますけども、笑うとんすよ。で、この後、その BDF 事業の件と、あともう一個、今、ワロトールと飛べたところは話題が変わってね、県大協の話になってるんですよ。県大協って言うたら、建設現場で働く人々の退職金を積み立てる制度なんですね。で、佐渡市の公共事業やってんのにも、スタンプついてってもらうんやけど、そのスタンプついてってもうてないっていう事案があったと。で、その、労働者側が事業者に対して怒ってるっていう事案があって、で、その掛け金の分ね、掛け金を給料から転引きされてるから、転引きした分のスタンプをしてるの。証子を貼っていくんですけど、で、その、元請けの業者が、その、下請けのその仕事の分を C に報告したら C が証子渡して貼るっていうんだけど、それは貼ってもうてなかったっていうのが何個かあって、労働者が怒ってるって事案があったんですね。だから C 側からすると、貼るも貼らへんもそんなもん事業者やから、事業者が解決せえ言うてんねんけど、香川議員は、それはそうやけども、当事者同士で、平たい場所に出る前にゆっくり話するように、C が環境整備したらんかい言うてる時に笑顔なんですよ。もうね、えらい怒られてはるんですよ。おはようございます。ただいまの出席議員数は28名であります。定則数にそれをね、こともあろうに、今年の4月をもって切ろうとしたのは何ですか、これは。答弁を許します。斉藤企画財政部長。斉藤じゃねえだろう、これは。市長だろう。お答えいたします。先ほどもここまで怒られるとね、笑うとん。当初は民間事業者の活力を生かしてやっていくというふうに考え、ただ、まだまだ課題が多いということで、やるという形になっております。以上です。加賀弘明君。そんなとすなら勘弁ならん。それじゃあ、この労働者は年間いくらで働いてるか、たった一人。斉藤企画財政部長。もうこんなんばっかりなんですよ。こんなとこだけじゃなくて、やめてしまえとまで怒られてしまってるしね。要はね、使い物にならんの。仕事する人間として。これしかないの。ひどいです。もうちょっと時代があれやったら、それこそ斉藤元彦のパワハラが許される時代やったら、斉藤元彦が兵庫県知事としてやってるパワハラが普通に許される昭和64年とか平成10年ぐらいの時代であったら、多分殴られてるよね。今殴られてないのは、それこそ斉藤元彦が職場でやってるようなパワーハラスメントがダメだという文化が根付いたから斉藤元彦は殴られていないだけの話であってね。その文化が根付く前の俺が社会人デビューした頃の、上司たちの挙動を見ていると、こういうやつは目えぐられるほど殴られてた。で、それも上のやつから殴られるだけやなしに、下からの突き上げ食らって殴られてた。部下から殴られてた。ボッコボコにしばかれてた。ということなんです。佐渡でどういうことがあったかということは、今後ゆっくり取材の成果を含めて、共有していこうと思います。これは手始めです。この、平成21年の3月議会での加賀議員とのやり取りっていうのは、別途、皆さんに、メルマガの会員にはまず先にお裾分けするということで、やらせていただきます。それとね、あんまり大きなこと言わへんけど、宮城でも奥さんネタ入ってまんねん。
そら俺をね、赤沢の兄貴が言うた通りや。赤沢の兄貴が、えらいことになったな、出入り禁止になったな、ってみんなが騒いでる時に赤沢の兄貴が腕組みながら、ポソッと、アホやね、元彦も。菅野君を記者会見に縛り付けてる方がええのに、なんで虎を矢に放ったんやろうって言ってましたけど。記者会見の準備をするというタスクの分を他の取材に合わせるとこうなるっちゅうことですよ。兄貴の言うた通りになった。毛沢東も言うたしね。ドン・コルネオーネも言うてたよね。Keep your enemy close。鉄則ですよ。Keep your enemy close。あとドン・コルネオーネのもう一つのWhat's wrong with you? って言ってトニーを怒る後ね。Don't let anybody know what you are thinking. Don't let anybody know what you are thinking. 言葉ですね。Don't let anybody know what you are thinking. まあ、ひどかったらしいね。あちこちで。まあ、あちこちでひどかったらしい。まあ、なので、まあ、昨日日曜日の特別編でやりましたんで、ご覧になってない方もいらっしゃるかもわかりませんから、見ておいていただきましょう。大事な、この話を繰り返しておこうと思います。森友事件の時に、谷佐恵子さんという財務省から出てる人が、安倍昭恵さんの秘書をやってたっていう時にね、役所の人間が秘書に就くってことは、谷佐恵子さんね、財務省の人なんですが、もう日本帰ってきてはりますけど、イタリア行かはったんですよね、森友の時にね。谷佐恵子さんが、安倍昭恵さんの秘書としてついてると。で、役所の人間が秘書についてるっていうことは、公人なのか私人なのかということを聞いたら、昭恵さんは私人であるっていう閣議決定済みの答弁が出たという事件がありましたね。あれはどういうことかというと、国会で内閣総理大臣に辻元清美さんなんですけどね、あれ。辻元さんが、総理ね、私へこたれへん。総理ね、昭恵さんはね、私人なんですか公人なんですかって聞いたら、安倍さんが、ですね、私からですね、公務をする中においてですね、昭恵はですね、私とは別人格、蓮舫さん座ってください。いいですかって言うて答えたわけではないんです。質問収書制度っていうのがありましてね。政府の見解はこの件についてはどうなんですかというと、書いた紙で政府に質問して、政府から書いた紙で答えが返ってくるっていう制度があるんです。質問収書制度っていうのがあって、国会議員の仕事というのは立って喋るだけやなしに、そういう紙を書いて、政府、すなわち役所の見解を引き出すっていうのも仕事なんですね。っていうのもあるんです。それは、ある種ね、国会答弁より重たかったりするんですよ。で、その文章で質問して、文章で答弁が返ってくるっていう制度がありまして、それを利用しましてですね、こういう、質問収書ってのは、これ国会が空いてる時しかできないんですよ。なんでか言ったらね、質問収書を、要は国会議員が直接政府には出せないので、三権の長の一人である各委員の議長に提出するんです。で、議長から内閣総理大臣に回されるんですよ。で、内閣総理大臣はそれを閣議に落とすんです。で、閣議でそれを議論して、閣議決定して、内閣総理大臣が議長に戻して、議長から国会議員に帰ってくるっていう流れです。もうその質問収書の数なんですが、もうずーっともう、石垣のりこだらけです。で、ちなみに今国会で質問収書で自体が動いたっていうのはあれですな。あんまりニュースになってないけども、結果だけしか出てないから、目立った動きになってないですけど、あれです。大阪維新が公邸失敗して全部ほかすことになった EV バス。あれ全部国会で議論されてないように見えて、この質問収書で決まってます。あれ、EV バスなんであんなになったかって言ったら政府の答弁ガチガチに逃げられへんように紙で戦ってるからです。で、それ全部記録が参議院のサイトに行くと載ってますから見てください。その参議院のサイトに金曜日公開されましたのは、土曜日の日に開されましたのは、提出番号54番。
公益通報者保護制度における3号通報者の探索行為に関する質問主意書というのが出ましてね。これドラえもん的に言うと、公益通報者保護制度における3号通報者の探索行為に関する質問主意書。で、これちょうど8時でええ時間なんで、俺の解説する前にリンクを送りますんで、ゴミ捨てる間、リンクでご覧ください。質問文を上げておきます。ここに。ててててててー。もう、たむつくん仕方がないなぁ。ドラえもん。質問主意書の方を皆さんと共有をチャットでやっておきますので、ご覧遊ばしてください。これで見といてください。頭でっかでか、顔はテッカテカ、それがどうした僕油えもん。やめましょう。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。